こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日はマルチタスクが苦手だったけど効率化ミスが減ってやりやすくなったノートの中身と使い方などなどを紹介していきます。今日紹介するのは以前から動画に映り込んでて質問の多かったこちらのノートです。パピエティグルというフランスの文房具ブランドで購入したプロジェクトノートで、過去動画でもね実は購入時に紹介してます。複数のプロジェクトを同時に進行するときにここを見れば最新情報がわかるっていう場所が欲しくて、情報集約ノートとして使っています。社会人歴が長くなるといろいろなタスクとか案件とかプロジェクトを同時に並行してねやるようになって、徐々にこの案件って今どういう状況だっけと進捗がパッと思い出せなくなったりとか、あとは相手がいる仕事だと先方の担当者、納期、スケジュール、あと仕様とかをメールなのかメモなのか、それともね付箋なのか、どこを確認したらいいのかあちこちね探すようになったりとか、あとすぐに必要な情報が見つからず急ぎの時とかに記憶を頼りに対応してしまって、細かいミスをしたり、特に先方の担当者の名前の漢字とかね、細かい仕様についてとかも結構ミスっちゃうかな。そんな感じでちょっとずつうまくいかなくなってきたなと思ってました。で、そんな時にフランスのパリで出会ったのがこのプロジェクトプランナーというノートです。こちらは見開き1ページに1プロジェクト、トゥードゥとかメモとかを書き込めるフォーマットになっていて、これでね管理すると、とりあえずこのノートに全て書いてあるから見れば OK っていう状況を作ることができて、悩みを解決することができました。ただ日本だと類似品もなく、またこのねノートちょっとフランスの方でしか手に入らなくて、なかなか手に入れることができないものだったので、この度私のオリジナルアイテムとしてプロジェクトプランナーを作りました。元のノートをベースにもっとこうだったらいいのにっていう私なりのねポイントっていうのを改善して作り直しました。サイズは B6 で、このノートと筆記具が一緒に持ち運べる巾着ポーチも一緒に作っちゃいました。両アイテムとも5月15日に当店の4周年記念の福袋の中身として発売予定で、単品での販売は5月22日以降となります。今日はオリジナルノートを参考にプロジェクト管理ノートのおすすめな使い方紹介していきます。まず前半ではノートの中身をこんな感じで使ってますよっていうのを紹介して、後半でよくあるお悩みシーンを解決する具体的な使い方を紹介します。まず目次ページ。どのページに何を書いたかっていうのを管理できます。右側がパピエティグルのノートで、こちらではタイトルとページを書き込めるようになっていました。で、目次としての機能も良かったんですけど、プロジェクトを一覧で見ることができるのが結構ね便利だったので、当店のオリジナルの方はプロジェクト名を真ん中に書いて、左側にステータスを記入できるところを追加。こうすれば一覧でプロジェクトを見れて、一目でね同時進行しているものっていうのがすぐにステータスも合わせて把握できます。またオリジナルノートの方はページ数を自分で書き込めるようになっています。もともと使っていた方はすでにページ数が印刷してありました。ただ実際に使うとたまにページを破って捨てる時っていうのもあって、後から自分でページ番号を書き込む方がいいなと思ったので、一手間ねかかるんですけど書き込む式にしました。次は年間一覧ページです。1マス1日で1年分のねざっくりとした予定を書き込めます。パピエティグルの元々の方は月目がすでに入っていて、好きな月からスタートすることができなかったので、オリジナルの方は自分で月目を入れられるように空欄にしてあります。なのでね好きなタイミングで使うことができます。私は予定管理は別のものでやっているので、ここでは SNS の投稿予定を書いて、できた日にこんな感じでマーカーで色をつけています。なのでねハビットトラッカーみたいな感じで使っています。そしてメインのプロジェクト管理ページはこちらです。見開き1ページで1プロジェクトずつ書き込むフォーマットになっています。こんな感じでねパッと見て分かりやすいタイトル欄、そしてその下に To-Do リストを置いてあります。元々のノートのパピエティグルの方は To-Do がね右ページにあったんですけど、ちょっと使い込むうちにささっと To-Do 確認したいなと思っていたので、ざっくりとしたやることとか後から出てきたイレギュラーなやることなどを左上の方にね書いてさっと確認できるようにしました。また元のノートは左側に小さいエリアがあって、よく
どうやって使うかよくわかんなかったんですけど、オリジナルの方はスペースを確保することで見出しを作ることができて、どこに何かが書いてあるのかっていうのがね、わかりやすいです。メモのところにも見出しエリアを確保しています。こちらのメモ欄に書くことはまた後半の方で紹介していこうと思います。そしてもともと愛用してた方では、後半はドット方眼のメモページになっていて、こちらは確かにね、打ち合わせのメモとかを取るのに便利ではあったんですけど、そんなに使用頻度は高くなくて、他のメモ帳とか手持ちのパソコンとかでもなんとかなっていたので、オリジナルの方は最後の最後の本当に1ページまでプロジェクトページ入れてます。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。では、あるあるなシーンに基づいて具体的な例をもとに説明していきます。まずあるある一つ目、メモった付箋やメモがあちこちにあってなくしがち、どれが最新かわからない。会議や打ち合わせで更新情報があって手元にねメモを取った時などに、どのメモ帳や付箋にメモを書いたんだっけなとか、またその付箋自体とかメモ帳自体をどこにやったかわからなくなりませんか？このお悩みの解決方法としては、プロジェクト管理ノートのそのプロジェクトの該当ページに貼り付けて保管するというルールを作ります。本当にただただルールにすればいいだけ。このノートに貼り付けておけば、古い情報は剥がして捨てて最新情報を確認することができます。パソコンに貼ったりとか資料に貼ったりとかっていうあちこちにね無意識で貼ったりせず、このノートの該当ページに貼ってください。どうしてもねページを探す時間もないって時はノートに一旦挟んでおくだけで OK で、就業前に一度整理するような習慣をつけてみてください。あるある二つ目、よく使う情報を確認するためにメールやチャットのやり取りを遡りがち。いろんなねキーワードを入れたりしながら、送ってもらった写真どこに添付してもらったんだっけなとか、あと事前にもらってた条件って何だっけなみたいな情報をタスクとかプロジェクトを遂行する間に何度かね探したりしていませんか？その時はもう手元のプロジェクト管理ノートによく使う情報を書き写しちゃいましょう。プロジェクト名の正式名称だったり、担当者名、連絡先、リリース日、告知開始日とかね、そういうのをこの先何度も確認することになりそうな項目っていうのは、手元にあるとノートをパッと見るだけで確認ができて、想像以上に楽です。あるある3つ目、必要な情報がどこにあるのか、あちこちのデジタルツールを検索して回っている。これはちょっと2つ目のね、あるあると似ていますが、もう少し頻度が低いもの、例えば契約書の書面データだったりとか、請求書の PDF、時間を置いて頼まれていた確認事項などなど、頻度は低いんだけど、どこにあったっけなーって探すやつ。これらは書き写すのは現実的ではないので、パソコン上のどこにあるのか、デジタルツールのどこにあるのかっていうメモをこちらのノートに書いておきます。で、このノートだけはもう本当何かあればすぐ見る、または作業中にその対象のページを開いて自分の隣に置いておくなどね、よく見る習慣をつけておくことですぐに場所がわかるし、やり忘れ防止になりますよ。最後のあるあるは、似たような過去プロジェクトのを参照したいけど、どこにやったか何をしたか記録がない。社会人が長くなればなるほど、これ似たようなこと過去もしたな、あの時どうしてたっけっていうシーンがね増える気がしています。で、その時にはこのメモ欄っていうのを使ってみてください。私はここには未来の自分に向けてメモを書き残しています。こんな予想外のことが起きたけどこう解決できたよとか、あとはこの対応は予想以上に時間がかかったよとかね。あと他にもクラウドなどにデータを残していたらその場所をメモっておきます。そうするとね、名実ともに経験を積んでる感じがして、それを活かすことができてるんじゃないかなと思います。最後に余談なんですが、プロジェクトノートの立ち位置、役割について話していこうかなと思います。プロジェクトは基本的には複数人ですることになりますよね。例えば、社内の横軸で残業撲滅とか、業務効率化とか、あと社外の人とサイトのローンチとか、多くの場合はプロジェクト管理ツールがあるんじゃないかなと思います。管理ツールがあるのになぜノートが必要なのかっていう点なんですけど、プロジェクト管理ツールでは誰が何をいつまでにやるのか、全体のスケジュール、あとこのタスクの進捗っていうのを管理できるとは思うんですけど、
実際実務になると冒頭で言ったようなあの資料どこだっけとか、前回の会議で締め切り変わったけどあれいつになったんだっけみたいな感じで議事録を探し出して記載があるところをね見つける時間とか、担当者さんの名前と連絡先はとね確認する時間が発生していて、頻度も時間も増えて手間に感じてきます。同時進行が少なければこれらは頭の中で覚えておけたり、検索するのもね回数少ないんで時間かからないんですが、同時進行が増えてうっかりね対策をせずになあなあにしてしまうと、私はもう気がついた時にはなんかうまくいかないなってなってました。なので日々の実務の確認の手間とかを省いて自分の作業を効率化するための自分のノートです。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。オリジナルノートは限定500冊、そのうちの140冊が福袋に入っています。ぜひねゲットしてみてください。